痛い。舞台袖に響いた低いうめき声に、周囲のスタッフが凍りつく。そこにうずくまっているのは、今、若手として大きな注目を集めているピアニスト、剣持。今夜は、桜財団主催の大規模コンサートで、ちょうどこれから彼のステージが始まるというタイミングで、いきなり腕を押さえながら倒れ込んでしまったのだ。すでにチケットは完売、客席は満席、外には入場待ちの列ができているというのに、どうしたの？剣持さん、立てる。呼びかけにも応じられず、彼は右腕を一生懸命に押さえ込んで、痛みに耐えている。医務スタッフが駆け寄るが、開演まであと数分。このままでは公演自体が危うい。それでも、剣持はステージに立つと譲らず、こんなの大丈夫だと言い張っている。しかし誰が見ても、このままステージに立つのは無理がある。鳴り止まないホールのざわめきが幕の向こうから聞こえてくる。そんな中、俺は意を決して前へ出る。俺が何とかします。少し時間を稼げませんか。雑務担当の一スタッフに過ぎない俺が声を上げた瞬間、周囲の視線が一斉に集まる。痛みに耐えるピアニストの剣持も苦しげに顔を上げて言い放った。お前に何ができるって言うんだ。静まり返る舞台袖。その重い空気を断ち切るように財団の責任者がはっきりと言う。大丈夫、この人はね。その言葉をきっかけに、俺の人生は大きく変わり始めるのだった。俺の名前は東堂明。桜財団で事務スタッフ兼清掃係みたいなことをしている。地味な仕事だなんてよく言われるけれど、俺としてはそれほど悪いものじゃない。もともと俺にはちょっと複雑な事情があって、今みたいに舞台のすぐ近くで音楽家たちを支えられる環境にいることは、ある意味で理想的なんだ。桜財団は国内外の有名演奏家を招聘し、コンサートやイベントを数多く手掛けている。もちろん華やかな場面も多い。でも俺のような裏方スタッフは目立つことなどまずない。床の汚れを拭き取ったり、備品のチェックをしたり、来賓用の応接室を整えたり、大抵の人はそんな仕事を大変だねで終わる。俺自身も華やかさとは程遠いなと思うことはあるが、毎日コツコツと役に立てるならそれで構わないと思っている。そんな俺を雇ってくれたのが高槻瑠璃子。高校時代からの同級生だ。俺と瑠璃子は音楽をメインにした高校に通っていて、当時はよく練習室の鍵を取り合ったり、一緒に放課後のホールで音出しをしたりしていた仲だ。アキラ、またここで練習してるの？この時間って本当は打楽器専用のはずじゃなかった？悪い、ちょっとだけ借りてる。どうしても今のうちに指鳴らしがしたくてさ。あなたらしいね。次のコンクール、私も手伝えることがあれば言ってよ。伴奏合わせとか、合わせ練習とか。俺たちが通っていたのは音楽科コースのある高校で、放課後の教室や練習室はどこも騒がしい。ピアノ科、声楽科、弦楽器科といった専門分野ごとに生徒が集まり、コンクールや受験に向けて遅くまで猛練習しているのだ。そんな中、瑠璃子はバイオリンが専攻、俺はピアノ。とはいえ、実力は彼女の方がずっと上だと、当時から思っていた。助かるよ、高槻さん。ああ、もう、高槻さんはやめてってば、学校じゃ普通に瑠璃子って呼んでくれる人の方が多いんだから。いや、でも、遠慮しなくていいから。ほら、一緒に音合わせしようよ。今度の発表会でデュオ組むんでしょ？そう言って彼女は、自分が引き込んだボロボロの楽譜を見せてきた。そこには赤や青のペンでびっしりと書き込みがある。強弱記号の追加、音のイメージメモ、そしてテンポの変化があちこちに記されていて、その熱量には圧倒されるほどだった。こんなにも真剣に音楽と向き合っている彼女の姿は、当時の俺にとって大きな刺激だった。ごめん、俺なんかが足引っ張るかもしれないけど。そんなの大丈夫に決まってるじゃない。アキラは真面目だし、音も丁寧で好きだよ。だから一緒にやりたいんだってば。ありがとう。その言葉がどれほど俺を救ったかは彼女に言ったことがない。俺は要領がいいタイプではなかったから、日々の練習に追われ、技術に伸び悩み、自分に自信が持てなくなりかけていた時期でもあった。でも、
ルリコがポンと肩を叩いて、大丈夫。あなたならきっと弾けるよ。と笑ってくれると、不思議と新しい景色が開けるような気がしたんだ。結局、俺は高校卒業後に音大へは進まず、遠回りをして今の職に就いている。対して、ルリコはそのまま音楽の道に進み、海外で留学や経験を積んだ。帰国後はしばらくコンサート活動などをしながら、家の財団を手伝うようになったらしい。桜財団は、彼女の父親が音楽文化を支援するために作り上げた組織。数多くの演奏家をサポートし、大規模コンサートやイベントを開催している有名な財団だ。ところが数年前、その父親が長期の療養を余儀なくされて以来、ルリコが実質的に責任者のポジションを引き継ぐことになったのだという。いきなり大きな組織のトップを任された若い女性。周囲には何も知らないお嬢様。急な抜擢でどうせすぐに失敗するだろう。なんて陰口を叩く人もいたようだ。けれど、俺が見る限り、ルリコは昔と変わらず自分の足でしっかり立って目標を見据えて歩いている。実は、そんな彼女と再会したのは、俺が前の仕事を辞めた後のことだ。人生に迷い、どうしようもない気持ちで街をさまよっていた時、偶然通りがかった演奏会の案内ポスターに、桜財団の名前と若き責任者として写ったルリコの写真を見つけた。懐かしさと同時に、彼女が今の地位をつかむまでにどれだけ努力したのだろうと想像して胸が熱くなった。その後、チケットを取ってコンサートに足を運んだ俺は、受付でスタッフとして動いていた彼女を見つけた。声をかけようか迷ったが、向こうから気づいて、アキラと大きく手を振ってくれたのが、まるで高校時代と変わらない明るさだった。ルリコ、久しぶり。君、裏方業務でもやってるの？うん、今日は大きな公演だからね。うちの財団が主催するイベントだから、最終チェックのために駆け回ってたの。久々に再会した彼女は、高校時代よりもずっと大人びた雰囲気になっていた。シンプルなスーツをすらりと着こなし、キビキビと動く姿は、まるで頼れる指揮者のようにも見える。けれど、顔を近づけてくる時の笑みは昔と変わらない。温校時代、放課後のホールで一緒に連弾しようよと誘ってくれた、あの屈託のない笑顔だ。アキラこそ、どうしてこんなところに？正直に言うと、最近ちょっと色々あって、何か音楽に触れたい気分だったんだ。そしたら、見覚えのある桜財団の看板を街で見かけてさ、もしかしたらルリコに会えるかななんて思って覗いてみた。そっか、そうだったんだ。会いに来てくれてありがとう。ねえ、今時間ある？少し話せる？彼女に導かれるまま、ロビーの片隅にある小さな応接スペースへ移動する。そこで、互いに近況を語り合ってみると、ルリコが父親の療養をきっかけに、財団の舵取りを任されていることや、思った以上に裏方の人手が足りなくて、苦労しているらしいことが分かった。俺が何か力になれればいいんだけど、と口にすると、彼女は真剣な眼差しをこちらに向ける。実は、今ちょっとスタッフが足りなくて困ってるの。事務や雑務をしてくれる人が必要なんだけど、なかなか採用が進まなくて、アキラ、もしよかったら、うちで手伝ってもらえないかな。でも俺、特に資格とか経験もないし、音楽に関わってたって言っても、高校までだし。問題ないよ。むしろ助かる。あなたは根が真面目で、何より音楽の現場が好きでしょ？裏方の仕事は雑用も多いけど、演奏家を支えるっていう点ではとても大事なの。昔、一緒に演奏した時みたいに、私を支えてほしい。そう言われると、断る理由などなかった。かつて共に音を紡いだ彼女の頼もしげな横顔が、当時と全く変わっていない気がして、俺の胸は不思議なくらい温まった。音の道から一歩離れた俺を、こんな形でまた受け入れてくれるなんて、正直思ってもみなかった。こうして俺は桜財団で働くことになった。彼女の父親が築き上げたこの組織を、今は彼女自身がしっかりと率いている。そして、俺は裏方ながら、再び音楽のそばにいられる。その事実だけで、胸にかすかな明かりが灯るのを感じた。そんなある日、財団のオフィスの片隅で、ルリコが真剣な表情で頭を抱えていた。机上には、書類の山が積み上げられ、何度も書き直されたメモ用紙が散乱している。
見るからにトラブルが起きている様子だった。ルリコ、何かあった？アキラ、ちょうどいいところに、実は有名なアーティストとの契約条件と、リハ日程で揉めてて、向こうが思いのほか強気で、ギャラの金額や追加の要望が次々と出てきて困っているの。桜財団は近々大規模なコンサートを開催する予定だった。そこに出演してもらうはずの大物演奏家。国内外で名声を得ている人物だ。と交渉するには、それ相応の実績と交渉力が必要になる。財団としても彼を呼べれば大きな宣伝になるけれど、あまりに契約条件が厳しいとバランスが崩れてしまう。さらにリハーサルの日程も難航し、何度調整しても双方のスケジュールが噛み合わないらしい。ルリコは若いからって向こうに足元を見られてるんじゃないかな。相手は財団がどうしても彼を呼びたいと分かってるから譲ってくれないんだろう。でもここで引くわけにもいかないし、どうしたらいいのか。ルリコは焦りと疲れでやや視線が泳いでいる。俺は手早く書類に目を通し、相手の提示している要望をざっと確かめた。確かに高めの条件だが、裏を返せばここだけは譲れないという彼らの主張が見えてくる。実は先方はこの日程を譲れないんじゃなくて、他の公演のリハが被ってるだけだよね。だったら午前中にこちらのホールを抑えれば可能かもしれない。ギャラについてはこの金額より少し落としてもらう代わりに財団に別のメリットを提示するのはどうかな。例えばこっちが宣伝に積極的に協力する代わりにメディア露出を増やせるとか。なるほど。それなら向こうとしても悪い話じゃないわね。追加要望を全部飲むわけでもないけど、宣伝面でサポートを増やすことでメリットを感じてもらえるかもしれない。少なくともこっちが完全にお願いする立場って構図を崩す必要があると思う。相手にも得がある形ならすんなり合意に持ち込めるかも。話しているうちにルリコの顔つきが少しずつ明るくなっていく。彼女はもともと粘り強い性格だし、言われたことをすぐに行動に移す機動力もある。早速電話を手に取り、先方のマネージャーに連絡を取った。俺は後ろで黙って聞いていたが、提案した交渉材料をうまく組み合わせて話しているのがわかる。語尾にはハキハキとした確信があり、相手に押し負ける様子は全くない。数十分後、ルリコが電話を切って振り返った時、その瞳には安堵の色が浮かんでいた。アキラ、うまくいきそう。先方も考えましょうって前向きな感じだった。今まで全然取り合ってくれなかったのに、同じ話し方でもこっちが根拠をきちんと示すだけで違うものね。それならよかった。あとは最終的な書類のすり合わせだけだな。こっちの都合もきっちり伝えて妥協点を探ればいいと思う。本当にあなたがいてくれて助かった。ありがとう。ルリコが笑顔でそう言いながら積み上げた書類を手早くまとめていく。彼女の綺麗な黒髪が軽く揺れて、室内灯の下でキラリと艶めく姿は改めて見るとやっぱり見とれるほどだ。いや、俺は単に雑務の延長でちょっとヒントを出しただけで大したことないよ。また謙遜してる。昔からあんたって頭の回転が早かったじゃない？ピアノの演奏面でもすごくリズムに考えてたし、一度覚えたフレーズは絶対に崩さなかったり、私の方が驚かされたこと何度もあるんだから。そんなことを言われるとさすがに照れる。当時ルリコがバイオリンを弾いていた頃は彼女の情熱的な音色に圧倒されっぱなしだった記憶しかない。だが真面目な姿勢だけは誰にも負けたくないと思っていたのも事実だ。思い返せばかつては無我夢中で理論書を読み漁り、それこそ血眼になって指の使い方を研究していたこともある。まあ理屈をこねるのは得意なんだよ。昔から考え出すと止まらないっていうか。そこよ。そこが助かるの。今みたいに契約とか交渉みたいな話って相手の立場を理解して論理的に詰めていかないとすれ違っちゃうでしょ。自分の利益だけ押し通すわけにもいかないし、その点アキラはすごく冷静に物事を整理してくれるから本当にありがたいの。ルリコはそう言った後、小さくため息をついた。まっすぐにこちらを見てはいるものの、その瞳の奥にはかすかな疲れや不安が宿っているようにも見える。彼女がさらに言葉を続けた。正直私もまだ若いし、父の療養をきっかけに急に財団を任される形になってから戸惑うことばかりなの。
ベテランのスタッフや大物アーティストとやり取りするとき、どうしても若い令嬢が出しゃばってるみたいに見られて、足元を見られちゃうところもあると思う。小さく拳を握りしめる彼女は子供のように不安げだ。だが、その姿が妙に愛おしい。いつも堂々としているイメージのあるルリ子がこうして弱さを覗かせるのは珍しい。俺はごく自然に背中を支えるような気持ちで言葉を返した。でも、お前はちゃんと自分の力でここまでやってきたんじゃないか。気にしすぎる必要はないと思う。頭では分かってるの。でも、もし失敗したらとか、経験不足って思われたらって考えちゃうと、どうしても不安になるのよね。ルリ子は手元の書類を握りしめ、それをまるで安心するように胸に抱え込んだ。まっすぐな性格だからこそ、強い責任感が彼女を追い詰めることもあるのだろう。でも、アキラがこうしてそばで支えてくれると、すごく心強いの。本当にありがとうね。私きっと、一人じゃどうにもならなかったと思う。たとえ雑用や清掃係でも、あなたが一緒に動いてくれるだけで落ち着くのよ。俺は彼女の言葉に対して大げさな否定も肯定もせず、ただ穏やかに微笑む。こうして必要としてもらえるのはありがたいし、彼女が少しでも楽になるなら、それだけで俺の役目は果たされる気がする。まあ、俺にできることなら何だって言ってくれ。確かに若いから足元を見られがちな部分はあるかもしれないけど、ルリ子ならきっと大丈夫だよ。困った時は一緒に考えよう。本当にありがとう。あなたがいてくれるだけで、私次に進める気がするの。私も早く、あなたの役に立てるように頑張るから。いや、もう十分すぎるぐらい役に立ってるよ。むしろ助かってるのは俺の方だ。そう伝えると、ルリ子はほっとしたように微笑んだ。いつも気丈に振る舞っている彼女が、わずかに肩の力を抜くように、息をつく姿を見ると、こちらまで少しだけ救われた気持ちになる。役割は違っても、同じ方向を見て歩んでいけるのなら、それだけで、この仕事を選んだ意味があったと思えるから。それから日常が戻り、俺はまた雑用に追われる毎日を送っていた。すると、隣のリハーサル室から小さく弦の調弦の音が聞こえてきた。試しにドアを開けると、チェリストが一人でボーイングの具合を確かめているらしく、気づいた彼女が、こんにちは、と声をかけてくれた。いつも清掃ありがとうございます。やっぱりこの部屋、弾きやすいんですよね。響きが素直で。そう言ってもらえるとありがたいです。この前の演奏会、すごく素敵でしたよ。弓使いから本当に表情豊かな音が出ていたというか。聞いてくれたんですか？嬉しいです。実は今度、さらに難しい曲に挑戦しようと思ってて、ちょっと練習がハードになってるんです。体が悲鳴を上げそうで。そうなんですね。リハーサルが続くと、肩や手首にも結構負担がかかると思うので、休憩はしっかりとってくださいね。もし何かあれば、事務局でも相談に乗れますし。俺がそう声をかけると、チェロを抱えた彼女は微笑みながら、はい、ありがとうございます。無理しないように気をつけます。と返してくれた。その笑顔には、まだ少し疲れの影が滲んでいるようにも見える。重い楽器を一日中支え、繊細な動きを要求される奏者にとっては、リハーサルが続く日々は、大きな負担になるのだろう。楽器倉庫を出た後も、あちこちの練習室では、バイオリンやフルート、時には声楽家が発声練習をしていて、廊下に漏れてくる音色は、さながら短いコンサートのようだ。今日は、ここまで終わらせたら、休憩にしようかな。誰にも聞かれないように小声でつぶやくと、もう一度モップを手に取って床に視線を戻した。その時だった。床に反響する足音が近づいてくる。聞き覚えのある、まるで舞台を踏みしめるような自信に満ちたリズム。高級な革靴がタイルを打つその響きは、俺の胸に嫌な予感を呼び起こす。おい、お前、東堂じゃないか？振り返ると、そこには剣持正吾の姿があった。かつて、同じ音楽コースに在籍していた同級生だ。今では、国内外で天才ピアニストとして名を馳せ、その名を知らない者はいないほどの活躍ぶりを見せている。剣持か。久しぶりだな。お前、こんなとこで何してんだよ。見りゃわかるだろ。今、ここで働いてるんだよ。俺が短く答えると、剣持は鼻で笑うような仕草を見せた。肩まで揺らすほど
大げさな笑いじゃないが、十分に相手を見下した態度が伝わる。はあ？お前が？ピアノをやめたって話は耳にしてたけど、まさか清掃員になってたとはな。何のためにピアノやってたんだよ。清掃員になるため？ウケるな。正直、言い返す気力も湧かない。彼からすれば、ピアノを諦めたはずの同級生が、こんなところで雑巾がけをしているなんて、到底理解できないのだろう。それに剣持は昔からこういう調子だ。一度上から目線に入ると、相手を突き放すような言葉を畳みかける。結局才能がなかったから逃げ出したってわけか。ああ、情けないね。別に、お前に言うことは何もないよ。モップを握った手がかすかに熱を持つ。けれど、その気持ちはぐっと飲み込む。剣持には剣持の価値観があるし、ここで言い争っても時間の無駄だ。俺はあくまでもこの財団のスタッフ。彼から向けられる軽蔑の眼差しなんて、今更さほど驚くことでもない。まあ別にいいさ。お前なんかがピアノ続けたところで大した成果は出なかっただろうしな。俺は今や知らない人はいないと言われる若手ピアニストになった。国際コンクールでも入賞してテレビにも引っ張りだこ。雑誌で特集組まれるなんて当たり前。わかるか？お前とは住む世界が違うんだよ。剣持はそう言いながらわざと大きく肩をすくめてみせる。いつの頃からか彼の名前は演奏界隈にとどまらず、一般層にまで広く浸透するようになった。ドラマのテーマ曲でピアノを担当すれば、あっという間に天才ピアニスト登場なんて騒がれる。少女漫画のモデルにまでされるらしい。そんな華やかな世界を歩む男が、ここで雑巾がけをしている俺に敬意を払うはずもない。そういやお前と俺、昔はよく同じコンクールに出てたっけ？覚えてるか？いつも俺が1位で、お前は2位。ああ、悪いな。思い出させちまったか？そうだったな。まあ、いくら頑張ったところで、才能があるのは俺の方だったってわけだ。お前は負け犬が似合ってるんだよ。彼は嫌味たっぷりに鼻で笑い、自分の革靴を軽く見やる。高級な革が廊下の明かりを反射しているのは、まるで彼のプライドそのもののようだ。これ見よがしな仕草は、かつて高校の音楽コースで一緒だった頃よりも、さらに派手になった気がする。じゃあ、俺は行くから。お前も清掃員として頑張れよ。まったく、情けない話だぜ。お前、清掃員になってまでこの業界にしがみついていたいわけ？言い返す言葉は何も浮かばない。いや、浮かんでも口にする気は起こらない。剣持の足音が再び遠ざかっていくのを感じながら、俺はただ、モップを持つ手にかすかな力を込めていた。かつてのライバル関係は、もう過去のものだと思っていたが、こうして面と向かって言い放たれると、やはり、胸の奥がきしむように痛んで仕方がない。正吾。そこで突然、軽やかなヒールの音が近づいた。ルリコが早足でやってきて、剣持の隣に立つ。よう、ルリコ。さっき受付でちょっと待たされたんだけど、忙しそうだな。ごめん。打ち合わせが長引いていたの。わざわざ来てくれてありがとう。あ、アキラもそこにいたんだね。ルリコが俺に目をやる。俺は軽く会釈して、モップを壁際に立てかけた。打ち合わせって、今度のイベントのことだろう。曲目やリハの日程を詰めなきゃいけないんじゃないのか？ええ、そう。ちょうどその件で細かい話がしたくて、正吾の方は大丈夫？他の公演とのスケジュール、かなり詰まってるって聞いたけど。大丈夫じゃないからここに来てるんだろ？さっさと済ませたい。余計な時間はかけられない。ルリコは苦笑しながら俺を見て、アキラ、一緒に来てもらえる？と小さく声をかけてくる。財団としては、剣持を迎えるにあたって様々なサポートが必要になるのだろう。部屋のセッティングやリハ会場の調整など雑務も多い。俺も手伝えるなら協力するつもりだ。もちろんいいよ。ちょっと待て。ルリコ、どうして雑用係を連れてくるんだ？アキラは何でも手早く片付けてくれるの。ここで働くスタッフの中でも優秀だし、私が頼りにしてるから。剣持は眉を潜めながらも、これ以上は言及しないようだ。彼とルリコは、自然と親しく呼び合う仲になったらしく、俺から見ても、そのやりとりはなんとなく近い雰囲気を感じる。
そんな3人でオフィスに入ると、待機していた若いスタッフ数名が、翔吾さんだ、キャー素敵と小さく歓声を上げる。剣持は当然という顔で応じると、室内の中央にある椅子へどっかり腰を下ろし、ファイルを広げた。じゃあ早速始めようか。今回のイベントは大きいんだろ？客席も満員になるそうじゃないか。スポンサーも多くてね。あなたがメインを務めることが一番の目玉だって評判なの。曲目は何を選ぶの？だいたい決めている。あとは合わせる時間をどこに確保するかだな。俺にもスケジュールがあるし、そっちに合わせすぎるのは難しいから、しっかり調整してくれよ。スタッフたちは一斉にパソコンや資料を取り出し、剣持と時間割をすり合わせ始めた。俺は彼らの隙間を縫うようにファイルを整理しつつ、さりげなく剣持の横顔を盗み見る。まるで自然に空気を支配するかのような堂々たる態度。ここにいる若いスタッフの何人かは、あからさまにときめいた表情で彼を見つめていた。アキラ、悪いけど、その書類を持ってきてもらえる？ルリコが小声で言うと、俺は急いで棚から分厚いファイルを取り出し、剣持の前へ差し出す。視線を落としながら、こちらが今回のセットリスト案になります。と説明するが、剣持は書類をざっと眺めると鼻で笑った。曲目はこんなところかな。ただ俺はもっとインパクトある構成にしたいから、もう少し増やしてもいいと思うんだが。増やすですか？ルリコが首をかしげたところで、剣持は書類の端を指で弾きながら続ける。そう。例えば、前半に有名な曲を一つ追加して、間をあまり開けず、後半にソナタを2曲、さらにアンコール代わりにもう1曲。このくらいはできるだろう。その提案を聞いた瞬間、俺はわずかに眉を潜めた。すでに長丁場の公演になる上、剣持自身も多忙なスケジュールを抱えている。これだけの曲数を詰め込むのは無理があるように思えた。それは曲数が多すぎるんじゃないかな。お客さんも聞き疲れが出るかもしれませんし、リハーサルもかなり厳しくなるはずだ。俺がそう言うと、剣持はピタリと動きを止め、こちらを鋭い目で睨みつけた。はあ？なんだ、清掃員のお前が音楽家気取りで口を挟むのか？俺が弾くって言ってるんだ。才能のないお前に関係ないだろ。関係なくはないかと。こっちは財団で公演をサポートする立場だから、リハや運営面も考えないと。運営面？俺様がこれだけ弾いてやるって言ってるんだぞ。お前はわざと俺の出番を減らそうって魂胆か？剣持は机を軽く叩いて立ち上がる。見回りのスタッフたちが少し身代ぎした。そんなつもりはない。ただ、お前の調子が最近どうなのか、ちょっと気になっただけだ。俺は意を決して言葉を続ける。はあ？誰に向かって言ってる？俺は絶好調だ。テレビや雑誌で引っ張りだこでな。今回はファンを喜ばせてやろうって思ってたんだよ。言い返しようのないほど高圧的な口調で、剣持は書類を乱暴にデスクへ置く。もういい。下手にケチをつけられるくらいなら、こっちから降りてやってもいいが。そのセリフに、ルリコは慌てた様子で、それは困るわ、翔吾。と声を上げるが、剣持は構わず背を向ける。勝手にしろ。後でまともなスケジュール案を送ってくるなら目は通してやる。じゃあな。言い放つなり、剣持は部屋を出て行った。スタッフは呆然とし、誰もすぐには声をかけられない。静寂が降りたオフィスで、ルリコが深いため息をついた。どうしよう。このままだと公演の目玉が危うくなっちゃう。彼の名前でもうチケットは完売してるのに。ルリコが抱えていた書類を机に置きながらため息をつく。その表情には焦りと戸惑いが入り混じっていた。剣持はああ言ってたけど、今日実際に話してみて確信したよ。なんというか、無理してるように見えたよ。あれだけタイトなスケジュールに加えて、さらに曲数を増やすのは危険じゃないかと思う。俺は言葉を選びながらそう伝える。アキラの言う通りかもしれない。わかったわ。私なんとか落としどころを見つけて正吾に打診してみる。あなたを信じるね。ルリコはうなずきながら大事そうにファイルを胸に抱え込む。ここで彼の言うままに曲数を増やすのは出演者本人だけでなくコンサート全体にとっても大きなリスクになるはずだ。焦る気持ちを抑え、彼女は次の手を考えているようだった。結局、その後はルリコが説得材料を考えてくれて、曲数を減らす代わりに、
途中でトークや質問コーナーを設ける形で落としどころを作ることになった。剣持はそれならばと納得してくれ、公演への出演も正式に決定。しかしここで彼から意外な条件が提示されたのだ。俺につきっきりのスタッフを一人つけろ。そのスタッフは最低限音楽の知識があるやつにしてくれ。財団の誰もが驚いたけれど、その音楽に精通しているスタッフとして抜擢されたのが俺だった。なぜ剣持が俺を指名したのかはわからない。それでも財団としては剣持の要望をできる限り受け入れたいし、俺自身もこの公演を成功させたい気持ちがある。複雑な思いを抱えつつも、俺は彼に付き添うスタッフを引き受けることにした。そして迎えた当日、朝からホールはスタッフや演奏者が入り乱れ、控え室やステージ裏はピリピリとした緊張感に包まれていた。チケットは完売。会場の外にも開演待ちの長い列ができているらしい。そんな熱気を感じながら、俺は剣持の控え室の扉をノックした。中から聞こえてくるのは、彼がアップライトピアノで軽く指鳴らしをしている音。少し尖った音色が響いてくるのは、彼の今の心情を象徴しているのだろうか。入れ。低く響くその声にドアを開けると、剣持はちらりとこちらを見て、さも当然のように楽譜を指先で示した。ちょうどいいところに来たな、担当スタッフさんよ。まだちょっと弾くけど、何か必要なものがあれば用意しといてくれ。あと、この後すぐに MC との打ち合わせがあるんだろ。ちゃんと時間通りにやれよ。正吾のその言い方は相変わらず高圧的だ。いくら事前に覚悟していたとはいえ、いざ面と向かうと、やはり気分のいいものではない。とはいえ、ここで眉を潜めても仕方がない。俺はあくまでも演奏を成功させるためのスタッフとして、この場にいるのだから。わかりました。念のため、タオルとドリンクは十分にありますか。なければすぐにお持ちしますが、淡々とそう返すと、剣持は一瞬だけ目を伏せて、鍵盤の上に指を走らせる。短いフレーズが途切れると、彼はツンとした調子で答えた。タオルは、もう少しふかふかのものが欲しい。ドリンクは冷えすぎてないやつを用意しておけ。それと、今日の俺の衣装は特注のジャケットがあるはずだ。アイロンがけはきちんとできてるのか？わかりました。ジャケットの状態を確認して、問題があればすぐにケアします。すると、剣持は不意にこちらを見やり、口の端を少し歪めるように笑った。お前、意外と手際がいいな。清掃員の割には仕事ができるじゃないか。鍵盤の上で指を走らせていた剣持が、ふと手を止めてこちらに鋭い視線を向ける。そこには、嘲笑混じりの感情がありありと浮かんでいた。いい気分だぜ。お前のことを顎で使えるなんてな。かつてはライバルなんて呼ばれてたが、現実は使う側と使われる側ってわけだ。わざとらしく言葉を引き伸ばすようにして、嫌味たっぷりに笑う。その態度に胸の奥が少しざわつくが、ここで反応を示しても、相手の思うツボだろう。俺は自然に息を整え、資料の束を片手に軽く肩をすくめた。構いませんよ。演奏会をスムーズに進めるためなら、どんな仕事だってやらせてもらいます。清掃だろうと雑務だろうと、ピアノを最高の状態で弾いてもらうためなら、なんてことありません。そう答えた瞬間、剣持は鍵盤に触れながら小さく音を鳴らし、ちらりと険しい目つきを向けてきた。じゃあ言わせてもらうが、さっきのリハで使ったピアノ、なんだか調律が微妙に狂ってる気がした。お前後でちゃんと見とけよ。俺が最高の演奏をするためには、完璧なコンディションが必要なんだよ。かしこまりました。調律師の方にもすぐに連絡を入れて確認してもらいます。それと、スタインウェイのスペアもありますから、状況によってはそちらを使う準備も進めておきます。そう淡々と答えると、剣持は楽しそうに鼻を鳴らして笑う。愉快愉快。せいぜい俺のために頑張ってくれ。剣持は再び鍵盤へ意識を向けた。部屋を出た瞬間、自然に息が漏れてしまった。剣持が傲慢なのは昔から分かっていたけれど、こうもあからさまだとさすがに答えるものがある。アキラ、大丈夫？少し離れたところで待機していたルリコが小走りで近づいてくる。彼女の目には心配そうな色が宿っていた。なんてことないよ。今日はあいつ、コンディションが良さそうだから、公演もスムーズにいくと思う。まあ、気難しいところは、
相変わらずだけど。そう答えると、瑠璃子は小さくうなずきながらも、そっか。アキラ、無理はしないでね。私いつでも変わるから。と、囁くように付け足した。大丈夫だよ。俺はあくまでもスタッフとして動いてるだけだし、剣持も今日の本番に集中してるはずだからね。そう言って笑顔を見せると、瑠璃子はほっと息をついて微笑み返す。言葉に出すまでもなく、彼女もこれがベストな形ではないと分かっているのだろう。でも今は、この公演を成功させることが最優先。俺も瑠璃子も、そして剣持さえも同じ舞台に向かっている。そう思えば、少しぐらいの嫌味には耐えられる気がした。その数時間後、客席はぎっしりと埋まっていた。どんちょうの向こう側では、リハーサルの最終確認が行われ、スタッフも演奏者も、その緊張感を肌で感じている。俺も剣持のそばで手際よく雑務をこなしながら、なんとか滞りなくステージへ送り出そうと奔走していた。だが、開演5分前になって異変が起きる。剣持が突然、楽屋の床に膝をつく。いつも見下すような視線を投げかけてくる彼が、苦痛に耐えきれず、声を上げている姿は衝撃的だった。周囲のスタッフは何が起こったのか理解できず、動揺と不安が一気に広がる。剣持さん、どうしたの？あちこちから悲鳴や騒ぐ声が飛び交う中、俺は瞬時に意識を集中させた。痛みに耐えている彼の状態を見極め、まずすべきことを頭の中で組み立てる。過去に得た知識と経験を思い出すように、湧き上がる手順を体が勝手にたどり始めた。みんな少し落ち着いて。救急車を呼ぶかどうかは今すぐ判断しなくていい。とりあえずここにスペースを作ってくれ。指示を受けたスタッフたちが慌てながらも少しずつ周囲を片付け、剣持の周りに空間を確保する。俺は床に崩れた彼の肩にそっと手を添え、かすかな震えを感じ取りながら声をかけた。剣持、どこが一番痛い？右腕と手首だよな。ああ、最悪だ畜生。油汗がにじむ剣持の額から、その苦しみが相当なものだとわかる。だけど、この状況で無理をさせれば、本当に取り返しがつかないことになるかもしれない。俺は自分の冷静さを信じて、素早く判断しようとする。今は絶対に動かさないで。後でしっかり見てもらう必要があるから、ここで無茶はしない方がいい。いいか、剣持。落ち着いて呼吸をするんだ。痛む腕を刺激しないように、俺は正しい姿勢を保たせつつ、簡単な応急措置を講じる。もちろん周りには、詳しいことを説明できないし、そんな余裕もない。だけど、手際よく動く俺の様子に、スタッフたちは、なんであの事務員が、と、驚きの表情を浮かべていた。スタッフの皆さん、少し冷たいタオルを持ってきてもらえますか？あと、周囲に人を集めないで、誰かが大きい声を出すと、剣持の神経を逆なでするかもしれない。俺は静かに、しかし、はっきりと指示を飛ばしていた。驚きと混乱でうろたえていた周囲のスタッフも、次第に事務スタッフのはずの俺が、妙に頼りになると感じたのか、指示に従い始める。そんな中、かすかにハイヒールの足音が近づいてきたかと思うと、瑠璃子が息を切らせて現れた。アキラ、どうしたの？大丈夫？翔吾が倒れたって聞いて。彼女の瞳には、はっきりと動揺の色が見える。実際、剣持は先ほどまであんなに威圧的だったのが嘘のように、床に崩れるように座り込んでいた。右腕に痛みが走るのか、苦しそうに息を乱している。多分、炎症が出てるんだと思う。負担が溜まっていて、もう限界なんだ。とても今は演奏できる状態じゃない。俺がそう説明すると、剣持は額に浮かぶ汗を拭いながら、鋭く睨み返してきた。ふざけるな！痛みがあろうが、俺は引く。今までだってこんなの大したことなかったんだ。こんなところでやめるわけないだろうが。言葉は強気だが、その声は震えていた。明らかに普段とは違う、痛みに耐えきれていない様子が伺える。それでも、彼は意地でも、ステージに立とうとしているのだ。今無理して弾いたら、取り返しのつかないことになるかもしれない。剣持、少しは落ち着け。お前だって自分の状態が分かってるはずだろ。しかし、剣持はかぶりを振って拒否する。誰がお前の言うことなんか聞くか。今日俺につきっきりの担当スタッフはお前だろ。言うことを聞くのはお前の方だ。俺は、何が何でも、この舞台に立つんだよ。バンと手を床について、
叫ぶ剣持ちの声が狭い楽屋に乱暴に反響する。スタッフたちはますますオロオロしてしまい、誰もどうしていいかわからない。そんな中、瑠璃子が意を決したようにはっきりと口を開いた。翔吾、アキラは医者なのよ。きちんとした医療の知識がある人なの。その言葉に周囲が一気に息を飲む。スタッフたちは、医者と驚きの視線を俺に向ける。剣持は軽く目を見開きながら苦しそうに笑う。医者？お前が？嘘だろ。意味がわからない。剣持は信じられないといった様子で苦しそうに笑ったが、その瞳には動揺が明らかだった。周囲のスタッフたちも一気に息を飲み、医者ってどういうこと？と口々に疑問の声を上げる。俺は一度深く息を吸い込み、なるべく落ち着いた口調で切り出した。信じられないかもしれないけど、本当だ。今はいろいろあって、瑠璃子の財団で働いてるが、ちゃんと医師免許を持ってる。だからこそわかるんだ。お前が今どんな危険な状態なのか。ここで無理して舞台に立ったら、一生ピアノが弾けなくなるかもしれない。頼むから、少し休んでくれ。そう言うと、剣持は眉を寄せながらも、はっきりと拒絶するような素振りは見せなかった。大きく息をつき、床に視線を落とす。その姿には、痛みに加えて焦りや恐怖が混ざり合っているのが伺える。わかった。少しだけ休む。俺の出番まであとどのくらいだ？彼が苦しそうに問うと、瑠璃子は手元のプログラムを素早く確認しながら、少し申し訳なさそうに答えた。今の曲が終わって、その後2組の演奏が入るから、実質あと40分くらいかしら。もしかしたらアンコールの有無で前後するかもしれないけど。剣持はそれを聞くと小さく息を吐き出すようにうなずく。一番最後にしてもらえないか？演奏するかしないかはまだ考えさせてほしい。剣持がそう弱々しくつぶやいた瞬間、周囲のスタッフは一斉に息を飲んだ。プログラムを変更するなど前例がないに等しい。慌てて顔を見合わせるスタッフたちから不安げな声が飛ぶ。でも今更順番を変えたら他の出演者の進行に影響が出ます。お客様への案内も変わりますし、主催側も困るんじゃ。誰もが消極的になりかけたところで、瑠璃子がはっきりと言い放った。大丈夫。責任は私が取ります。皆さん、すぐにプログラムの組み直しを。次の演奏者と主催者側にも、こちらから連絡を入れるから、調整にかかって。周囲は、一瞬戸惑いの色を見せるものの、瑠璃子がテキパキと指示を出す姿に、引き締まった表情で動き始める。こちらもできる限りのことはするから、その間になるべく痛みを落ち着かせて。瑠璃子が剣持の瞳をまっすぐ見つめてそう伝えると、彼は短くうなずき、弱々しく椅子に腰を下ろした。少しだけ呼吸を整えてから俺をじっと見つめた。さっきまでの威圧感は大きく影を潜め、どこか困惑したような色が瞳に宿っている。お前、俺の腕のこと最初から気づいてたんだな。震える声でそう問いかける彼に、俺は応急措置をしながら静かに答えた。ああ。だから俺の曲目を減らせとか言ってたのか？そうだ。最初に再会した時から手首あたりに微妙な違和感があるのが分かった。演奏してる時の細かい震えとか、普段何気なく動かしてる時のバランスの崩れとか、病院でそういう症状、今までたくさん見てきたからな。剣持は困惑とも苛立ちともつかない表情を浮かべる。なんでお前が？中学からピアノやって、高校でも音楽コースに進んでたはずだろ？いつの間に医者なんかに？その問いかけに、俺は少し息をつき、心を落ち着かせるように言葉を選んだ。中学の頃にピアノに出会って、人生が変わったと思ったんだ。それまで勉強ばかりしてるだけの味気ない生活だったからさ。ピアノを弾き始めたことで、初めてこれがやりたいって熱中できるものを見つけた。高校の音楽コースに行って、本気でプロを目指そうと思ったんだよ。そこで、ほんの少し声が震える。剣持は黙って俺の言葉を待っていた。でも、才能にはどうしても勝てない壁があるって思い知らされた。特にお前は圧倒的だったよ。俺がいくら努力しても追いつけないんだって分かった時、ひどく悔しかった。
でも同時にそこまで才能がある人たちを別の形で支えられたらと思うようになったんだ。別の形か。ピアノを教えてくれた人の中に指や腕を痛めて道を諦めざるを得なくなった人がいてね。それを間近で見て、こんなに素晴らしい音楽を続けられなくなるなんて何か方法はないのかってずっと考えるようになったんだ。そこで医師の道が浮かんだ。音楽家の体をサポートできる医者がもっといれば救われる人も増えるはずだって。剣持の表情にはまだ納得しきれないままの混乱が見える。それでも俺は話を続けた。だから高校の後半からは一生懸命に医学部受験の勉強をして卒業後は医大へ進んだ。医者になってから実際に患者さんと向き合ってリハビリもサポートしたかったけど、理想と現実は違って病院のシステムに縛られて一人一人に寄り添う時間がなかなか取れなかった。そこでいつか演奏家を専門にケアする環境を作りたいって思うようになったんだよ。それで財団で雑用係をやってるってわけか？ルリコんとこで働いてるのもその夢のため？そう。演奏家がなんで苦しんでるのか、どんな不満を抱えてるのか、現場で知りたかったんだ。ルリコが声をかけてくれたから、こうして近くでその実情を見て回れる。まさかお前に使えるスタッフって形になるとは思わなかったけどな。そう言い終わると、剣持は痛みでうめきながらも、かすかに眉を下げる。あれほどプライドの高い彼が、今は俺の言葉を拒絶できないでいる。なるほどな。お前が俺の腕を気にかけたのも、そのせいか。かっこ悪いな、俺。別に、格好なんてどうでもいい。お前が本当に大事にしてきたピアノを失う方が、よほど悲しいだろう。今は無理をするな。頼むからしばらく休んで、正しい治療を受けてくれ。そう告げると、剣持は一度小さく息を飲む。まだ痛みで苦しそうだけど、先ほどまでの荒々しさは薄れていた。俺は目を伏せ、周りのスタッフに目線をやりながら、これ以上彼を刺激しないよう静かに応急処置を続ける。もし足を止めたら、あっという間に俺の居場所なんて奪われちまう。だから、走り続けるしかなかったんだ。どんなに痛みがあっても怖かったんだよ。無理してでも引き続けるしかないって。剣持は歯を食いしばりながらやりきれない思いを吐き出した。憎まれ口ばかり叩いてきた男がここまで弱音を漏らすなんて正直想像もしていなかった。だが同時に彼がずっと一人でこの恐怖と戦っていたのだと思うと俺の胸にも何かが詰まる。今ここで無理をして本当に弾けなくなる方が取り返しがつかない。お前の席どころかピアノそのものを失うことになるかもしれないんだぞ。わかってる。でも今日せっかく集まってくれた人たちに何か伝えたいんだ。剣持はそう言って苦しげに肩を上下させる。俺はその思いを否定することはできなかった。たとえコンディションが悪くてもここまで支えてくれたファンを前に何もせずに引き下がるのは彼のプライドが許さないのだろう。わかった。まずはこれ以上痛みをひどくしないよう応急処置だけはさせてくれ。後で必ず検査を受けるって約束しろよ。ああ、わかったよ。すまない。ありがとう。そう答えた剣持の声はわずかに震えていた。俺は医療キットを手に取り、彼の痛む腕を優しく固定するようにサポートする。もちろん完全に治るわけではないが、今ここでこれ以上悪化させないための最低限の処置だ。最後に一つだけ頼みがある。手当てを終えて立ち上がろうとしたとき、剣持が低い声で呼びかけてきた。先ほどまでの痛みと焦燥に満ちた表情は少し和らぎ、そこには別の決意が宿っているように見える。俺はその視線に押されるように足を止めた。やがて剣持の順番がやってきた。剣持が舞台に姿を見せると、客席からざわめきが起こった。右腕にはしっかりと包帯が巻かれている。どういうことだといぶかしむような空気が会場に漂う中、彼はマイクを持ち、少し苦しそうな笑みを浮かべて口を開いた。今日は僕の不調で右腕が使えません。残念ながら完璧な演奏はできないかもしれない。でもこれまで応援してくれた皆さんにどうしても音を届けたくて、そこで急遽スペシャルゲストを呼ばせてもらいました。そう言って剣持は舞台袖をちらりと見やる。戸惑いながらも
俺はライトの当たるステージへと歩み出す。袖からは小さな驚きの声が漏れているのがわかる。そう。さっき、楽屋で最後に頼みがあると言われたのは、この連弾への誘いだったのだ。本当に俺がピアノを、しばらく離れていたのに、そんなことが。心臓がドキドキとなり、考えがまとまらない。しかし、剣持は包帯を巻いた腕を軽く動かしながら、俺の背中を叩き、観客へ向けて言葉を続ける。彼は、かつての学生時代、僕が一目置いていたピアニストです。今日は、僕が弾けない右手の部分を補ってもらおうと思ってます。客席には、一瞬の静寂が訪れ、ついで、好奇の眼差しがこちらに集中する。俺は思わず、喉が渇きそうになるが、それでも舞台に上がった以上、逃げるわけにはいかない。剣持を支え、そして演奏を期待してくれている観客を裏切ることもできない。では、一曲だけ聴いていただきます。剣持がそう言ってピアノの前に腰掛けると、俺も隣に座り、ほんの少しだけ深呼吸をする。ステージの強いライトが眩しい。観客の緊張感が肌を刺す。それでも、鍵盤に触れた瞬間、不思議と昔の感覚が指先に蘇ってくるのが分かった。剣持は左手、俺は右手主体でメロディーを紡いでいく。最初はお互いのリズムがぎこちないようにも思えたが、途中から噛み合い始めると、さながら一つの曲が見事な調和を持って流れ出す。舞台袖からはスタッフの息を飲む音、客席からは驚きの声がかすかに聞こえてくる。まだ弾けるんだな俺。懐かしい情熱が胸の奥を熱くし、曲の山場に差し掛かると、剣持が振り向いて小さく笑みを投げかける。その笑顔は痛みと戦う姿を感じさせながらも、何かを取り戻したような輝きがあった。そしてフィナーレ。最後の和音が響き渡ると同時に、客席からは大きな拍手と歓声が湧き起こる。剣持は包帯を巻いた腕を慎重に引き寄せながら立ち上がり、俺と視線を交わすと、かすかに口元を緩めた。ありがとう。やっぱりお前、まだピアノを捨ててなかったな。その言葉に返す余裕もなく、俺は呼吸を整えながら、湧き起こる拍手の波をじっと受け止める。しばらく遠ざかっていたはずの鍵盤が、こうして、また俺の心を震わせる。隣では、剣持が残された力を振り絞り、観客に笑顔を返していた。誰もが予想しなかった即席の連弾が、ここに思わぬ感動をもたらしていた。それから、剣持は痛む腕をなだめつつも、決められていたトークショーや簡単なプログラムをしっかりこなしてみせた。客席からは絶え間ない拍手と歓声が送られ、舞台は大成功に幕を下ろす。俺も久々の演奏で全身の力が抜けそうになっていたが、緊張感に支えられて、なんとか最後まで崩れずに乗り切った。舞台を降りると、そこには瑠璃子が目を潤ませながら待っていた。その笑顔は、あらゆる苦労が報われた瞬間の輝きに満ちている。最高だったわ、二人とも。本当にありがとう。そう言って、瑠璃子は思わず、俺と剣持の両肩をぎゅっと抱きしめる。いつも冷静に見える彼女が、こんなに感情をあらわにするのは珍しく、俺も剣持も少し戸惑いつつ、安堵の笑みをこぼした。お前、いきなり連弾なんて言うから焦ったけど、無事終わってよかった。冷や汗が止まらなかったぞ。俺が肩で息をしながらそう言うと、剣持は包帯の巻かれた腕を気にしつつ、ふっと鼻で笑う。ふん、うまくいくに決まってんだろ。お前は俺が認めた唯一のライバルなんだからな。それに、さっき楽屋でピアノを試し弾きしてるの。ちゃんと俺は聞いてた。今でもあの頃の音が出せるって確信したんだよ。何？じゃあお前わざと、俺を担当に指名したり、あまりにも自然すぎる流れでピアノを触らされていたが、まさか剣持が最初から計画していたとは思わなかった。驚く俺を見て、彼は軽く肩をすくめる。まっとうにピアノを諦めようとしてたお前を、もう一度ステージに引きずり出すのも悪くないと思ったんだ。お前ピアノやめるなよ。才能がどうとか関係なく。お前の音は、俺が好きなんだからさ。うまく言葉を続けられないように見える彼。目はそらしがちだが、これが彼なりの本音なのだとわかる。いつも尖った態度の裏に隠れていた真意を聞いたら、なんだか胸がいっぱいになってしまい、
言葉を返すこともできない。ありがとう。俺の声は震え、思わず涙がこぼれそうになる。高校時代、どんなに努力しても超えられなかった天才ピアニスト。それでもずっと憎からずを持っていたライバル。そんな彼が今この瞬間だけは誰よりも温かい言葉をくれる。静かに頭を下げた俺の背にルリ子がそっと手を置いた。舞台袖からはまだ拍手の余韻が聞こえてくる。大成功を収めたコンサートの幕が降りて、だというのに俺たちの物語はここからが始まりのような気がしてならなかった。あれから少しの時間が経った。俺は今、桜財団の協力を受けつつ、新たに立ち上げた小さなクリニックにいる。ここでは演奏家やダンサーなど、体を酷使する芸術家たちが安心してリハビリやメンテナンスを受けられるように、できる限り丁寧なサポートを心がけている。きっかけは、先のコンサートで、剣持の応急処置を施した一件だった。彼が、この男にはちゃんと知識がある。なぜ裏方にいたのか不思議なくらいだ。と、あちこちで話したらしく、たちまち音楽業界の耳に入ってしまったらしい。さらに、剣持との即席連弾が SNS やマスコミで取り上げられ、思いがけない好評を得たことで、演奏家を支える医者がいるという噂が広まった。その結果、俺がずっと抱いていた演奏家を専門にサポートできる場所を作りたいという夢のために、思わぬ形で協力者が集まってくれたのだ。財団の責任者であるルリ子の父、高月会長も、真摯に芸術家に寄り添う医者が増えるのは素晴らしい。と賛同してくださり、開業や設備投資に潤沢な資金を出していただけることになった。もちろん俺自身も少しずつ貯めていた資金をすべて投じ、心から理想の空間を目指した。そこで得た設備と人材のおかげで、今ではアーティスト専門のクリニックとちょっとした話題になるまでに成長している。ドアを開けると、待合スペースにはバイオリニストや声楽家が様々なリハビリ予定表を手に談笑している。初心では、私は体のどこをどう痛めやすいか、どういうステージや稽古をしているかといった話をじっくりと聞くようにしているため、みんな安心して通ってくれる。何より、ここへ来た演奏家たちが、ようやく自分の体と向き合える場所ができたと口にしてくれるのは、俺にとってこの上ない喜びだ。よー先生、俺、今日もリハビリに来たぜ。聞き慣れた声がして振り向くと、そこには包帯はもう外しているものの、まだ腕をかばうように持ちながら剣持ちが立っていた。例のコンサート以降、彼はしばらく休養に入ることを決断して、腕のいい病院で検査と治療を受けている。俺の応急処置のおかげで最悪の状態は免れた。と医者から言われたらしいが、当分は集中的なリハビリが必要だという。お、来たな。今日のリハビリは電気治療と軽めの運動療法を組み合わせるから、ちゃんと覚悟しろよ。下手に筋肉ばかり鍛えても逆効果になることがあるし、痛みが残るようならすぐに言え。そう言いながら問診票をチェックすると、剣持はにやりと得意げに笑って答える。へ、俺はファンレターがまだ山のように届く男なんだぜ。こんなところで足踏みしてるわけにはいかねえ。俺は恐怖心なんかとっくに捨てたからな。早く治してステージに戻ってやるさ。彼らしい体現相互だが、それは彼なりの意気込みでもあるのがわかる。何より彼は才能があるだけでなく、努力を惜しまない人間だ。俺は改めて彼の腕を軽く触れ、腱や筋肉の状態を確認しながら、丁寧にリハビリメニューを説明する。順調に回復してきたのは確かだよ。けど、完璧に痛みや炎症が取れたわけじゃない。まだまだ慎重にやらなきゃいけないからな。わかってるよ。そのためにここに通ってるんだからさ。まあ、お前にもう大丈夫と言われる日まで、アドバイスを全部聞いてやるよ。苦笑しながらそう返す彼の表情は、昔のような高圧的なトゲトゲしさが薄れ、どこか柔らかさを帯びている。無論時には、本当にこんな地味な運動が必要なのか、とか、早くガンガン弾きたいんだが、なんて文句を言われることもあるけれど、彼が少しずつ、己の体と向き合いながら前に進んでいるのがはっきりと伝わってくる。とにかく焦るなよ。驚異的な回復力って言われてるけど、
無理して後戻りになるのが一番まずいんだ。お前のファン1号としては、ずっとお前のピアノを聴いていたいからな。照れ隠しで少し強めにそう言うと、剣持は一瞬きょとんとした顔をして、それから、ふっと笑う。お前が俺のファン1号ね。全然似合わないけど、まあ、光栄だよ。お前も最近ピアノ弾いてるんだろ？剣持は、そう言って意味ありげに笑った。ああ、実はちょっとずつな。まだ本職は医者としての方が忙しいけど、少し時間があれば、ピアノを触るようにしてる。あの日の連弾をきっかけに、音楽を楽しむって感覚を取り戻した気がするんだ。俺は、照れ隠しに手元のファイルを閉じ、笑いながら応じる。彼が言う通り、音楽から離れていた期間が長かった分、今は不思議な懐かしさと喜びが同時に湧き上がる。医療の道を選びながらも、音楽を捨てきれなかった自分。今になって、やっと心の底で納得できているのかもしれない。へ、いいんじゃないか。まあ、回復したらまた一緒に弾こうぜ。剣持は不敵な笑みを浮かべるが、その声には以前のようなトゲはない。むしろ、ライバルとしてでも、友としてでも、俺と音を紡ぎ合うことを楽しみにしてくれているのがはっきり伝わってくる。以前は追いかけても追いかけても届かない存在だった剣持と、こうして同じ場所を見据えられる日が来るなんて。すると、ふと横から穏やかな声が聞こえてきた。アキラ、そろそろ午前の診療時間が終わるわね。午後はリハビリだけじゃなく、新しい患者さんも何件か予約が入っているし、少しお昼にしない？振り向くと、カルテを手にしたルリ子が優しい笑みを浮かべて立っていた。時計を見れば、もう正午を過ぎている。ここで休憩を取らないと、午後の診療に差し支えるだろう。おっと、確かにな。ありがとう、ルリ子。じゃあ、あと少しで区切りがつくから、スタッフルームで合流しよう。財団の新プロジェクトなどで、多忙な彼女だが、最近は頻繁に、このクリニックに顔を出してくれる。公私共に支えてくれる大切な存在。俺は、そんな彼女に軽く目配せした。わかった、すぐ行くよ。剣持、お前は今日は軽いトレーニングだけで終わりだろ。やりすぎないようにな。へいへい、先生の言うことは聞いておくさ。そう言い残して、背を向けた剣持の姿は、やはり自信に満ちている。遠ざかる足音が止まる直前、ちらりと振り返った彼が、こっそり手を振ってみせた。ずいぶん仲が良くなったわね、あなたとシャオ。ルリ子がからかうように囁き、俺は苦笑する。昔は一方的に見下され、ひたすら悔しい思いばかりしていたけれど、今はどこか心地よいライバル関係へ変わりつつあるようだ。まあ、あいつも根はいいやつだからな。俺にとっても悪い気はしないよ。そう返すと、ルリ子は満足そうにうなずき、俺の手をそっと取った。アキラ、行こう。あなたにも財団にも、まだまだやることは山ほどあるんだからね。彼女の手のぬくもりを感じながら、俺はそっと笑顔を返す。こうして、隣にいてくれる人がいるなら、音楽にも医療にも、俺は全力で向き合っていけるだろう。仕事は相変わらず忙しく、そして、新しい患者も続々とやってくる。けれど、その合間を縫って、ピアノの練習をする時間も、今なら不思議とちゃんと作ろうと思える。ライバルとして、そして友として、剣持と再びピアノを奏でられる日が来るかもしれない。そう考えるだけで子供の頃に感じたワクワク感が再び胸を満たすのを感じた。